私はミカ。旅行の際は必要最低限の手荷物で出かけたい女の子。この子は梅。旅先にはお気に入りの毛布を持っていかんと安眠できない女の子。この子はあら、旅先のお水でお腹を壊すんが怖く、日本から持ち運ぼうとして税関に没収され、結局お腹を壊す女の子。そんな私たちはピースアデモに打ち勝つため修行をすることになったんやけど、どうせ修行するんやったらやっぱかっこいい必殺魔法とか覚えたいよな。そうなると相当量の修行が必要になりそうですね。一日ではさすがに厳しいか。原付免許取りに来てるわけちゃうんよ。短期間で成長を見込もうなんてずうずうしいにも程があるやろ。最悪魔法名だけでもかっこよく解明して新魔法風に見せかけるとでもしますか。偽装工作すなや。今のところ敵の組織よりもあんたの悪行の方が目に余るんよ。静かになるまで2分かかりました。朝礼時の校長みたいなスタンスでカットインせんといてくれる。今日から待ちに待った修行が始まるわけですが、皆さん心の準備はいいですか？もちろん。ちゃんとトランプ持ってきたで。私はいつ枕投げが改善されても平気なようマイ枕を持参してきました。こちらサイドにも修学旅行気分の奴らが待ちっとったな。枕投げはゲリラ的に発生するイベントちゃうねん。現地に到着しましたら、まずは反行動で名所巡りを行います。総勢4名という小規模で半分けする必要性とは？名所巡りの後は17時まで自由時間です。騙されたらあかんで。自由時間とは歌ってるけども、それはルールやモラルに縛られた上での偽りの自由。真の自由とはどこにあるんやろな。言われてみれば確かに結局私たちは悲しき道化師なんですね。夜は地元で採れた新鮮なお魚のお刺身をいただきます。そして今回は宿泊先のご厚意により新鮮なアジの解体ショーも披露してくれるそうです。そうにするほどのスケール感ちゃうやろ。なお完全消灯は22時なので、好きな人発表会はそれまでに終わらせておいてくださいね。消灯時間過ぎてからバレへんよう小声で話すんが醍醐味なんよ。主催者側から率先的に誘導されるとなんか冷めるて。でも私好きな人なんておらんで。お安心してください。こんなこともあろうかと私は事前にイマジナリー好きな人を作り上げてきたんで。トリムちゃん好きな人おるん？恋バナに賛成したいがあまりこれまでの教員スタンスを完全放棄してきたよ。で好きな人ってどんな人なん？実は一つ上の先輩でやっぱりなんか恥ずかしいな。発表する気満々で作り上げといてようそんな三文芝居を完璧にこなせたもんやな。逆にあっぱれやで。てっちゃうんよ。修学旅行やなくてうちらは修行しに行くんやろ。危ない。敵の組織に感情をコントロールされて修学旅行と思い込んどったわ。早く手遅れになるところやったね。なんて姑息な手段を。敵の組織許せません。いやいやあんたらが独断で行った犯行やろ。こんなにも堂々と冤罪を作り上げる現場初めて目撃したわ。さあ時間もあまりないことやしはよ修行行くで。今度は何よ。お泊まりグッズなんも持ってきてへん。このくだり前にも見たことあるな。